皆さんこんにちは、アンリです。今日はマイクロソフト AI の CEO をムスタファ・スレイマン氏が英国の経済誌フィナンシャルタイムズで発信した会計法律マーケティングプロジェクトマネージャーといったホワイトカラーの仕事は12ヶ月から18ヶ月で機械学習による全自動化に飲み込まれるという衝撃的な発言の全容と、アンドリュー・エンジー氏の反論やギャラップ社のリーダー調査の反証データ、そして日本のマネーフォワード、三井住友フィナンシャルグループ霞が関源内プロジェクトにこの12ヶ月から18ヶ月時間軸を当てはめた場合、私たちの仕事はどうなるのか AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。報道によればスレイマン氏は自身が共同創業したディープマインドインフレクション AI を経て現在マイクロソフトのコンシューマー AI 部門を率いており、マイクロソフト5万人レイオフ、つまり大規模な人員削減が発表された直後のタイミングでこの発言を行いました。それではこの12ヶ月から18ヶ月でホワイトカラーは消えるというスレイマン発言を4つのセクションに分けて整理していきます。まず最初のセクションはスレイマン氏の発言の全容とその背景です。スレイマン氏はフィナンシャルタイムズのインタビューで会計、法律、マーケティング、プロジェクトマネジメント、こういった仕事は12ヶ月から18ヶ月の間に機械学習モデルによってフルに自動化されていくと極めてはっきりした時間軸を提示しました。さらに発言の中で機械学習モデルを作ること自体がポッドキャストやブログを書く感覚に近づいてくるとも述べています。これは誰でも AI モデルを組み立てられる時代がすぐそこに来ているという技術の民主化を意味します。背景にはマイクロソフトが5月に発表した5万人規模のレイオフ、つまり全従業員の数パーセントに相当する大規模な人員削減があります。レイオフの対象はエンジニア、プロダクトマネージャー、マーケティングなどいわゆるホワイトカラー職種が中心と報じられており、スレイマン氏の発言はその人員削減のトーンと完全に一致しています。マイクロソフトは過去2年でコパイロット、マイクロソフト365コパイロット、Azure AI ファウンドリー、ムスタファ氏率いるコンシューマー AI 部門と AI 事業を全社で再構築してきました。その経営トップ層から12ヶ月から18ヶ月で職種がフル自動化されるというメッセージが出てきたというのは極めて重大な意味を持ちます。2つ目のセクションはアンドリュー・エンジー氏らの反論とギャラップ社の反証データです。スタンフォード大学教授でコーセラ共同創業者 Google ブレインの元責任者でもあるアンドリュー・エンジー氏は X で AI 雇用消滅論はメディアによって誇張されている。今回のスレイマン発言も現場の実装スピードを無視した極端な主張だと明確に反論しました。エンジー氏の論拠はこうです。 AI が業務の一部を担うのは事実だが、業務全体を人間の判断なしに完全に自動化するにはデータ統合、業務プロセス再設計、リスク管理、社内合意形成と何重もの実装工程が必要で、現実のホワイトカラー業務はそう簡単には消えないというものです。これに加えて米国の世論調査会社ギャラップ社が5月に発表した企業リーダー大賞の最新調査では衝撃的な数字が出ています。米国の企業リーダーの実に89%が自社の AI 導入で生産性が向上した実感はほとんどないと回答しました。つまり AI が導入されても現場で目に見える成果が出ていないと感じている経営層が9割近くいるということです。さらに JP モルガンの戦略部門が AI による雇用消滅のタイムラインは過大評価されている可能性が高いと分析。
アンソロピックのダリオ・アモデイ CEO も過去にはホワイトカラーの 50% が消える可能性と発言しつつ、最新のインタビューでは現実には AI 実装には3、5年のリードタイムがかかるとトーンを調整しています。つまりスレイマン氏の12ヶ月から18ヶ月という時間軸は AI 業界内でも極めて極端な主張と位置づけることができます。3つ目のセクションは日本のホワイトカラー職種への影響です。日本でもホワイトカラー職種の AI 導入は急速に進んでいます。特に注目すべきが3つの動きです。1つ目はマネーフォワードの AI コワークです。マネーフォワードは5月に経理、財務、人事といったバックオフィス業務を AI エージェントで自動化する、i コワーク構想を発表しました。請求書処理、経費精算、給与計算、年末調整、こうした典型的なホワイトカラー業務を AI エージェントが代行するという設計です。2つ目は三井住友フィナンシャルグループの CFO エージェントです。三井住友は5月18日、生成 AI に3年で1000億円を投資、魚 AI と組んで企業の資金管理を AI が提示する CFO エージェントを開発すると発表しました。 CFO、 つまり最高財務責任者の意思決定を AI がサポートするという構想で、これはまさにスレイマン氏が言うホワイトカラー職種のフル自動化の第一歩です。3つ目は霞が関の源内プロジェクトです。デジタル庁が5月から政府職員向けに生成 AI アシスタント源内を18万アカウント規模で本格展開しています。政策起案、答弁書作成、データ分析、報告書作成、こうした政府職員のホワイトカラー業務を AI が補佐するという方向性です。これらをスレイマン氏の12ヶ月から18ヶ月時間軸に当てはめると、2027年度後半までに日本の経理、財務、政府職員といったホワイトカラー業務の相当な部分が AI エージェントによって代替される可能性ということになります。4つ目のセクションは視聴者のあなたの仕事は本当に消えるのか、職種別の現実的な見通しです。3つの観点があります。1つ目は業務の標準化度合いです。会計、経費精算、給与計算、定型的な法律文書のレビュー、こうしたルールベースで入力と出力が明確に定義できる業務は AI エージェントによる代替リスクが最も高い領域です。2つ目は判断の複雑さです。新規顧客との関係構築、複雑な交渉、組織横断の合意形成、こうした人間関係と判断が絡む業務は AI で代替するのが技術的に難しく、当面人間の役割が残ります。3つ目は AI を使う側に回れるかどうかです。スレイマン氏の発言の中で最も重要なメッセージは、機械学習モデルを作ることがブログを書く感覚に近づくという部分です。これは AI を使いこなす人と AI に代替される人の二極化が急速に進むということを意味します。経理担当者であっても AI エージェントを設計し運用し改善する側に回れば価値はむしろ上がります。一方、定型業務だけをこなしている人は12ヶ月から18ヶ月で立ち位置を見直す必要が出てきます。ここまでの整理をまとめます。マイクロソフト AI の CEO ムスタファ・スレイマン氏がフィナンシャルタイムズで会計、法律、マーケティング、プロジェクトマネージャーといったホワイトカラー職種は12ヶ月から18ヶ月でフル自動化されると発言しました。この発言はマイクロソフトの5万人レイオフの直後で経営層の本気度を示しています。一方、アンドリュー・エンジー氏は誇張だと反論。ギャラップ社の調査ではリーダー89%が AI で生産性向上していないと回答しています。日本ではマネーフォワード、
三井住友霞が関源内のホワイトカラー業務 AI 化の動きがすでに進んでおり、スレイマン氏の時間軸を当てはめると2027年度後半までに相当な業務が AI エージェントに代替される可能性があります。視聴者のあなたが AI に代替される側になるか、 AI を使いこなす側に回るか、その選択が今から12ヶ月から18ヶ月で決まるというのが今日のメッセージです。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で